うわ、めっちゃいい。いい感じでめす。ちゃくちゃ。靴だけ濡らしてほしい。俺も脱いだ方がいい。はい、やってまいりましてー。そのテンションでいくんですね。ちょっとやってください。はい、やってまいりました。はい、そういう感じですね。はい。普段結構ガチガチっていうか、結構その論理的に相手を詰めるじゃないですけど、ファッションとか、組み立てて、やるタイプじゃないですか。はい。それをちょっと崩したいなという感じで。これ大丈夫？誰やねんになってない。何のあれもないけど、挨拶なしで。確かにそう言われてみればそうっすわ。ちょっと挨拶だけしてもらっていいですか？はい、どうも、高田です。一応ファッション、もう一回お願いします。一応ファッション系で YouTube やらさせてもらってます。青葉チャンネルもコラボあんまないもんな。ないっすね。そもそもコラボ自体あんましてなくて。で、なんか一番最初に、そのブランドをやろうぜみたいな。一緒にじゃないですけど、やってみたらどうみたいな話をくれたのが高人くんなんですよね。ありがとうございます。はい、こちらこそ。すごいなんか恩があるんですよね。それでも一発目に選んでくれたと。そうですね。その第1回なんで、これポッドキャスト的な。ポッドキャストシリーズ一発目。ポッドキャストシリーズ。お願いします。お願いします。ゲスト高人くんでした。終わり？僕話したいのは、女の子って素敵だなっていう話をしたくて。メンズってやっぱりファッションに興味ある人、僕少ないと思ってるんですよ。本当にね。女の子ってほとんどの人がちゃんとファッションしてて、おめかしもして、確かに。綺麗になろうっていうマインドを、メンズにも植え付けたくて、やってるんですけど、俺思うのは、マジで小綺麗にする男性って女の子よりかも少ないじゃないですか。の割に、男って女の子に求める基準値っていうんですか。求めすぎよね。そう。それめっちゃ感じるんですよね。それは本当にそうなんですよ。お前らやっとんかっていう話なんですよね。いや、本当にそう。なんか女の子の方が、自分めっちゃ綺麗にしてメイクもして、ファッションもめちゃくちゃ頑張ってるのに、男に求める理想だ。そうそう、理想や。理想だ。そんなに高くないというか、に比べて男の方が女の子に向ける理想めっちゃ高くないですか？いや、ほんまにそうやし、てか女の子もちょっともっと求めていいよっていうのを言いたくて、なんか結構女の子って外見諦めてません？メンズの。メンズのね。はい。内面でやっぱ好きになる子が比較的多いかな。イケメンは置物として好きにならないっていう女の子も多いじゃないですか。よく聞くのが。こう絵に描いたら同じのが出来上がりそうな。そう。理想高い女の子もちょっと気持ち悪い人たまにいますけどね。そうなんですか。難しいとこですね。いや、なんかやっぱ年収いくらでみたいな言う人って外見と内面がこう反比例してるというか、すごい可愛らしいなって思えるような子が年収控えめに言ってる。それも受け狙ってる可能性ありますけどね。そう、作詞だと。作詞かもしれないけど、確かに男の人もそれで言ったらそうですよね。なんかその自分磨きとかをやってるとか、ファッション的にめちゃくちゃ頑張ってるとか、そうじゃない人の方が求める変数じゃないですけど、数値が結構来てますね。確かにね。それ言いたいですよね。マジでそれ言うと。小綺麗にしてる人ほど、謙虚というか、僕の地元の友達とかも、めちゃくちゃ小汚い友達いるんですよ。地元に。男の子なんですけど。やっぱそういう人の方が、いや、女の子はこうあるべきでしょ、みたいな。理想像。理想論をね。理想論めっちゃ語ってるんで。メンズはやっぱ、経験の数じゃないですか。そういう小汚い人の方が経験の数がないから、女の子に対して理想を求めてはちゃめちゃなこと言っちゃう。小綺麗な男はちゃんと女性経験あるから現実を見て理想を言えるっていうとこじゃないですかね。じゃあそういう男性にアドバイスというか、そういう男性はどう改善したらいいですかという男視聴者 90% ですよね。もう9割以上です。だからそういうその自信がないとか、経験がないとかにどういうアドバイスがありますか？いや、これね、よく僕も聞かれるんですよ。ほんま？いや、これもほんまに男も女も関係ないんですけど、どうしたらいいんですかじゃないんですよ。動いてしまえということで、最近マッチングアプリでも何でもあるじゃないですか。ありますね。もうそんなんでも何でもいいから、とりあえず会うとか、とりあえず喋るとか、
はいはいはい。っていうことをしないと、なんかもうこの年齢とかになってきたらもう終わりなんで。確かに終わりではあるっす終わりよね、その経験なかったら。うん、自分はこういう人じゃないとダメとか言ってる場合じゃないぞっていう言葉じゃなくて、足を動かせっていう。足を動かせですね。はい。まあ女性も動かした方がいいですけどね。ああ、それで言うとですか。そう。まあでも女性はね、やっぱ自分を分かってる人が多い。これやっぱでもメンズとレディースのファッションの差でもあると思う。自分を理解してるかどうか。それこそ俺の視聴者がもうこの動画に流れてきてたら、多分青葉に聞きたいと思うね。一番理解してる自分を。してなかったらこうならんから絶対に。青葉みたいに自己表現したいみたいな人もいると思う。ああ、確かにそれで言うと、青葉くんがその自己表現をしたり、表現者として活動してるから、僕も顔出ししましたみたいな。っていう DM 来て。きっかけにね。そう。で、なんかファッションとか、その美容とかも、なんかそのシルエットから真似したりとか、青葉くんが表で活動している限り、僕もその表現者として、なんかやっていきたいですみたいな。自分でこう、決めきれない人が多いと思うね。今の SNS 時代。そうですね。そんな中で、もう自己理解のプロと言っても過言ではない。自己理解しきってる人。SNS やってる人ってまあかっこいい人可愛い人多いやん。けど、そういう人らのさ、過去とか見たらさ、意外とかっこよくなかったりとかさ、これマジでかいと思うのが、俺らって写真とか撮るやん、動画とか。そうですね。で、過去のやつ見たら、あ、これダサかったなとかって気づけんの。気づけるっすね。そう。この髪型ちゃうかったなとか。それ結構でかいと思ってて。垢抜けるにおいて。はいはいはい。過去のものと比べるっていう。そうそうそう。比べる機会ないやん、普通やったら。ないっすね。それみんなやるべきやと思う。恥ずかしがらずに。なんかその、昔は、その自撮りをちょっと悪とされてた時代ちょっとなかったんですよ。あるある。なんかその自分をこう撮ったり、撮ってもらったりするのって、いやもうそれはもうガチガチのモデルの人とか、俳優をやってる人とか、そういう人しか許されない行為みたいな風潮あったじゃないですか。今って全然そんなことないじゃないですか。そんなことないな。フランクにみんなこう誰でも撮ってるし、過去を収めるの大事っすね。携帯機種変するときにデータごと飛ばしてるやん。やっぱ俺結構全部残す派で、今まで付き合ってきた女性とか全部残ってるというか。それ気になりますね。話書いてるやん。僕消す派なんですよね。消す派なんですか？消す派ですね。ケツ派。ケツ派。ケツ派で消す派。はい、やってまいりましたー。ちょっと寄りでね、はい、お送りします。はい、お願いします。俺から質問しようかな。はい、お願いします。何を伝えたいは多分そっちの動画で喋ってると思うんだけど、こうなってほしいとかある？世の中的に。世の中を。世の中を。まあちょっと大きくね。世の中がその服を通してるってことですか？そうそうそう。今の時代、自分の意思がない人が多いというか。多いね。簡単にその答えが出てくるというか、スクロールすればね、出てくるから、その答えを探しに行く過程を一緒に作っていきたいというか、みんなと。答えを出るまでのこの道が一番面白いとこというか。じゃあ、青葉さんは道を教えてくれるということで。こういう服はこういう時に着た方がかっこよく見えるよとか、おしゃれに見えるよ。まあもっとその日本画じゃないですけど。でかいな。何を考えてその服を着ているのとか、何の意味を持ってそういうスタイリングを組んでいるのとか、そういう部分広がってほしいなっていう。やっぱその答え欲しがります？欲しがりますね、本当に。もう僕はメンズ視聴者多いんで、これが悩みと言っても過言ではない。そうなんですね。感謝されるときに、視聴者から、感謝されるときに多い言葉としては、なんかそういう内面の部分が多いから。なんか、じゃあ、彼女に褒められるようになりましたとか、なるほどね。女子受けできるようになりましたとか、垢抜けられましたとか、表面的なところ。なんなら僕は、ファッションなんか、どうでもいいと思ってるんですよ。ぶっちゃけ。この内面を磨き上げていったときに、溢れてたものがファッションだと思ってるんで、先内面だと思ってるんで。それで言うといいですか？それで言ったら、その内面から溢れ出るものがファッションじゃないですか。内面からとか人生経験からとか、過去の出来事から、こういう服を着ているっていうのもファッションじゃないですか。過去の、トラウマでも成功体験でもそうですし、そっから来る外見、そっから来るファッション。
がおしゃれかなとか。うん。まあ一緒ですね。言ってるの。まあ具体例を出してくれた感じ。でもそういう過去とかいろんなものをすっ飛ばして答えが出てくるのが SNS なんで、答えという名の嘘ですけどね。なんか本当にいい情報というか、本当のなんか質のいいものとか、その情報っていうのをやっぱ選択できなくなってきている。あんま身にならない方の情報を選んじゃうとか。身にならないことをし続けちゃってる人が多いですね。レディースはやっぱ、ちょっとトレンドに敏感すぎるなって。それどういうところでそう思うんですか？いやでもやっぱそのラブブとかもそうだし、食べ物とかもそうだけど、これが可愛いって話題になってたら、もうみんな可愛いって言い出すの。集団心理じゃないですけど。そう。まあ仕方のないことやけど、そんな敏感にならんでもって思いますけどね。女の子はでも、それを楽しんでる感はあるからすごいいいなって思うね。男の子は、ついていくだけというか。本気で信じちゃってる。それにすがればどうにかなると思ってる人が多い。だから女の子はもう本心で中身からラブとか好きですって言うじゃないですか。でも男の子はファッションラブというか。ファッションラブ。そう。なんか、これつけとけば、周りからもいいよねって言われるよねとか、女の子からいじられるよねとか、そういう話。男はその外がおる。なんかその、食とかもそうですし、雑貨とかもそうなんですけど、やっぱそう女の子の方が探求心もあるし、ここのお店可愛いよねとか、結局そのカップルとかも、女の子がこう見つけて男がついていくパターンじゃないですか。多いな。だから女の子の方がトレンドも早いし、可愛いものを見つけるのも早いみたいな。で、男はこうついていくだけ。で、表面的なファッションとか、ファッション〇〇になるとか、になっちゃうのかなっていう。俺めっちゃそう探求心強くて、そのお店とか、めっちゃ自分で探して、保存してるじゃないですか、俺。いや、すごいよ、ほんまに。その話した方がいいよ。いや、これね、あんまりこう、青葉が他の人と喋ってることないやん、YouTube で。ないっすね。で、割とね、飲みに行ったりしますけど、僕、1個上ですけど、店決めたことないです。そう、予約もしてるし、好きなものが溢れてるから、すごいですよ、彼は。いや、確かにその服以外のところもそうですし、やっぱその女の子と付き合うってなると、そのうまくいかないんですよ。逆にね。自我がやっぱ強いから、探求心もあってお店も保存します。で、予約もしますみたいな。ってなったら逆に女の子が、私のこの見つけた先も見てよ、みたいな。それ逆に嫌なんや。いやー、その絶対そっちが見つけたやつより、こっちが見つけた方が絶対にエキサイティングだよって思うんですよ。マジ？えぐい自我やな。いや、それね、俺めっちゃ男で、ほんま何でもいいっていう。ほんまにそこに関しては、青葉みたいなタイプがこう調べてくれたらめちゃくちゃありがたいし。この間飲みに行った時に、そのこのジョッキみたいな、私はハイボール飲んでて、自分がコップにハイボールがないのすら気づいたから。彼はね、すごい後輩力あります。そういうのに気づいて、なんか飲みますって言ってくれます。先輩っていうのもありますしね。僕逆やったら絶対できないです。もう食とかには興味ないけど、その仕事、例えば服とか、興味あることに対しては、もう職人ですもん。もう没頭しちゃう。カフェに10時間いますとか何個出せと思って。全然いますね。それすごい。いや、全然でも同じタイプおると思うよ。これ MBTI にも出てると思うわ。MBTI。俺 INTP やからね。INTP な。はい。なんか論理学者でこう、多分没頭しやすい人多いと思う。しかもまあ大学院まで出てますもんね。そうね。一応ね。それすごいっすよね。大学院出て SNS やろう。ならないですよ。でも逆に青葉はなんで始めようと思った ?SNS。でも俺、一番最初はインスタから始めたんですよ、SNS。最初は古着屋やりたくて、それこそ服きっかけなんですけど、古着屋を経営したくて、まあ SNS やった方がいいかみたいな。もう経営したくて始めたんや。そう。それ 18？ すごい行動力やな。19とかで、まあ SNS あった方がいいじゃないですか。と思って発信し始めてのがきっかけで。その時代からセンスがあったということで。その時代から SNS 始めましたね。すごいね。18か。
もう、だいぶ古い人やな、じゃあ。いにしえの人です。いにしえの人や。ちょっと伸びるっていうのはなかったですけど、まあ始めたっていうのは18ですね。だって俺22とかやから。いや、じゃあ、新進気鋭の方ですね。新進気鋭かもしれないですね。だってだから、俺がもう SNS 始めた時には、だって青葉は、インスタのフォロワー10万とか何万とか。いました。その時から知ってたし、やっぱ SNS 始めるってなったらさ、どういう人が伸びてんのかなみたいな。こういう人もおるんや、みたいな感じで見てたし。参考にしてる、確かにその、リサーチ、偵察みたいな。したことないですね。いや、それができないんだったら、それの方がいいよ。両方欲しいですね。要素が。逆に困ったことある？それしてなくて。何ですか？その、偵察みたいなことを今までしてこなかったわけ。人生で。あんましないです。なんかそのスポーツするとかなったら見ますよ。ああ、それは見る。SNS はあんま見ないですけど、じゃあサッカーしますってなったら、うまいサッカー選手見ますよ。ああ。スポーツと、あれは違うっす。違うんや。また別ジャンルなんで。ああ、なるほどね。自分がその01の立場になればいいかなみたいな。ああ、まあそらそうやね。だからその1を参考にして100に伸ばすっていうのもあるじゃないですか。根本作っちゃえばいいかなっていうマインドではいるんですけど。確かにな。青葉を見て SNS 始めましたみたいな人もおるわけ。はい。そういう DM ないの？こういう感じで伸ばしていきたいんですけど、何から始めたらいいですかね。とか。そう。めっちゃ来るっすね。ああ、来るんや、やっぱ。それなんか思うことあります？まあ俺がよく言ってるのは、巨人の肩に乗るっていうことは巨人の肩に乗る。よく言ってるんですけど。大好きそういうの。大好きやわ。まあ一番わかりやすいので言うとね、干支とかの話でさ、ネズミおるやん。ネズミって自分で走らずに、こう牛の肩に乗って、こうゴールしたみたいな。で、一番手になったみたいな話あると思うんですけど、あれと同じ感じで、牛ってもう絶対強いやん。先にいるっていうの。そう、先におるやん。そういうやつをいい意味で利用するというか、だから俺だったら、キャラクターとか、まあそういうものが好きな人が集まってくるようなコンテンツを自分らしく落とし込むみたいな。ことをずっとやってて、みんなが認知があるものを引っこ抜くじゃないですけど、そう。それを自分流にこう落とし込んで、オリジナルジャンルっていうのをこう出すってことですね。そう。何かしらこう認知のあるものを使うっていう話。まあ、服のね、好き嫌いは絶対あるんで、僕のファッション嫌いな人もたくさんいるんですけど。いるんですか、それ？それは全然おるよ。ファッションなんか好みなんで。で、さっき言ってた、高人君のファッションが嫌いな人。そういうのは何で来るんですか？コメントですか？やっぱコメントで来るし、俺がファッションについて強気で喋ってるからこそ、俺が話してることを無視して、そのコーディネートを見て自分が好きじゃないからイコールダサいっていうコメントをされることはあるね。そういうことを伝えたいわけじゃなくてって僕は言いたいんですけど、人それぞれこういう組み方をしたらいいよっていう、そのアイテムどうこうじゃなくてっていう話をいつもしてるんですけどね。でも逆にこうやんの？なんか嫌いとかダサいとか。来ます。くれんの？だからそれも表面だけ見てるなってめっちゃ思うっす。中身は別に変わってないもんね。変わってないし、それ説明しようって言ったら説明もできるし、金髪だったから俺。だから、そのすごいいろんな色使っても、なんとなくまとまってるなとか、ファッションとして成立してるなとか、やっぱあったんですけど、やっぱそれと比べて今黒髪で、まあ髪の毛も縛りがあって、俺は金髪の時代多分比べられてると思うんです。なるほどね。あの時代がやっぱガチャガチャしててよかったとか。そうなんか、その見てる人ってガチャガチャ好きっすよね。好きやんな。なんかその装飾があればあるほどいいみたいな、そういうの嫌じゃね？俺らは結構装飾ある方やけど、そういう問題じゃないよな。なんなら落とす、削いでる。削いでる。俺は。なんか色使えば使うほどいい。いっぱいジャラジャラしてればいい。ガチャガチャしてればいいみたいな。で、髪型ももう変であればあるほどいいみたいな。それはちゃうなっていうのは思います。でも SNS 映えするのってそういうファッションじゃないですか。確かに。ちょっと青葉ファンもうちょっと言った方がいいよ。この青葉に。YouTube もうちょっと更新してよって。YouTube っていうか、もう服のことをね。服のこと。服すらなんか俺も発信してない。確かにね。やっぱ俺、そのテレビ出たり、その、
ドラマに出たり、うん、そのタレント側としてやっていきたいというか、うん、その俳優側とか、うん、そっちでやりたいんで、うん、ちょっとファッションのあれ、色っていうか減らしてたんですけど、うん、まだちょいちょい出していきたいな。おー、朗報ですね、これは。朗報と言ってくれる人がいるのであれば、嬉しいですね。いや、でも全然ファッションだけじゃなくて聞きたいんじゃない？そういう話を。恋愛とか何でも。だって TikTok 見ててもな、顔が出てくるだけやから。何してる人かわからんすよ。そうそう。思想を聞きたい人は多いんじゃない？本当は高田君みたいにそういう解説とか、なんでこういうのを着てんのかとか言いたいですね、普通に。言った方がいいよ、多分。しかも喋っててそれ楽しいんですよね、俺。ああ、そういう話をね。解説するの。まあでも、気持ちはわかる。一人でそれを喋りづらいのは。ああ、そうっすよね。一人、なんかその会話でいいこと生まれるじゃないですか。それがやっぱ俺のチャンネルにないんで。確かにな。だからこれもいい試みというか。初めてやもんな。俺マジで、どうしたんってなるで。いきなり急に、綺麗な場所で。番組みたい。確かに。っていう感じですね。いい動画でした。じゃあ終わりたいと思います。はい。高人くんのチャンネルでも、セレクトショップに行く Vlog を撮ったんで、はい。ぜひ見てください。はい。お願いします。お願いします。こういうポッドキャストじゃないですけど、こういう話し合いみたいな定期的に YouTube 載せるので、ぜひ皆さん見てください。では、終わりたいと思います。じゃあなー。コンセントがこれね。確かにコンセント全然ない。いいっすよ。これ刺すだけなんで。どの色がいいですか？この茶色か白かハイブリッドか。まあ普通はハイブリッドじゃん。普通はなんかエモい気にするなと。確かに。人生変わるよこれね。人生変わる YouTube 撮るよ。そうだね、人生を変えようというテーマで今日は。結構壮大よ。ほんと抽象的ですよ、ほんと毎回困るぐらい。女の子に刺さる喋り方できるの羨ましい。どこがなんすか？どこがやねん。女の子に刺さる喋り方みたいなのあるんですか？いや、やっぱ俺の喋り方はめちゃくちゃ男向けだよ。組み立てる感じが。はいはいはい。まあ声の質とかもなんかトーンとかもそう。刺さる喋り方ってあんま気にしたことなかった。ロジカルすぎるやろ。ロジカルやろ。よく 4K で読み込めますね。ああ、パソコンってこと？そう。なんか YouTube アップロード。ああ、いつも書き出し時間何分ぐらい？気にしとくないです。20分の前。15分です。20分と。確かにそのソファーはもうちょいハの字。こういうやつやね。どうぞ。よさそう。キモいじゃないですか。エモい。エモいっす。こういう感じですね。